皆さん、こんにちは。このビデオは、同名の3巻本を元にしたシリーズ、作家の映画を読解するの一部です。この回では、黒澤明の天国と地獄についてお話しします。映画の簡単な紹介を除き、ビデオには次のセクションがあります。タイトルの多義性。社会的分断の空間論。善と正義の相対性。音楽不在カタルシス不在のドラマ。では、始めましょう。天国と地獄1963年。黒澤明監督の天国と地獄が制作された1960年代前半は、フランス、イタリア、スウェーデンなど、ヨーロッパの作家の映画が世界の映画に大きな影響を与え始めた時代です。黒澤監督の演出が卓越したものであることに疑いの余地はないものの、そのあまりに正統的なスタイルを目にして、いわば教科書的な堅苦しさを感じる方がいるかもしれません。しかし、同時代のヨーロッパで制作された作家の映画の数々は、その革新的な表現や芸術的な長所にもかかわらず、現在あまり顧みられなくなっています。需要が少ないためか、ソフト化も配信もされていない作品さえ少なくありません。そのことは、この分野で現在国際的に評価されている作品の傾向を考え合わせてみれば、作家の映画自体に対する一般観客、映画ファン、そして批評家たちの評価基準の変化を示していると考えられます。私は個人的には、同時期に制作されたアラン・デネの、ミュリエルやイングマール・ベルイマンの、沈黙の芸術性も評価しているのですが、これらの作品が現在の観客に対して、天国と地獄よりも強くアピールし得るとは到底、思えません。個人の美的思考からではなく、2020年代の観客にとってどれほど切実であり得るかという観点からは、黒澤監督の作品は、驚くほど古びていないと言えます。特に、現在とは全く経済状況が違う高度経済成長期、1964年東京五輪の前年に公開されたという事実を考慮するなら、なおさらです。天国と地獄は、商業映画の枠内で芸術性と娯楽性のバランスを取りながら、正統的な劇映画演出の技巧を極めたような作品です。黒澤明監督は、ハリウッド製娯楽映画のようにベタな音楽や説明的なナレーションに頼らず、脚本の妙と緊迫した演出だけで2時間23分の長丁場を見せ切っています。ジャンル映画としての完成度は高く、犯罪映画、社会派サスペンス、あるいは群像劇として見ることもできます。しかし、この作品は、単にジャンル映画的な娯楽作品であるだけでなく、現代の観客に対しても訴える何かを持っているのです。タイトルの多義性。この映画の原作は、エド・マクベインの警察小説、87文書シリーズの一つ、キングの身代金です。しかし、映画の主人公は警察官ではありません。主人公が、三船敏郎を演じる、ナショナルシューズの常務、権藤であることは、映画が彼の登場とともに始まり、彼と誘拐犯である竹内との対面で終わっていることからも明らかです。物語は、権藤と竹内の全く独立した行動によって始動し、警察による捜査と新聞の報道という間接的な接点以外にはつながりのない、彼らの行動を追っています。そして、竹内が警察に逮捕され、彼の死刑判決に関する新聞報道が示された時点で、犯罪映画、サスペンスとしての物語は事実上、終わっています。しかし、ドラマ的に見れば、ラストシーンにおける彼らの会話が真の結末です。つまり、この作品がジャンル映画的な枠を超えて観客に訴えかけるものがあるとすれば、それは、誘拐事件をきっかけとして炙り出される、二人の人物、権藤と竹内に関するドラマです。そしてこのドラマは、分断あるいは断絶に関するものなのです。天国と地獄には、高度経済成長によって日本社会に現れた、成金的な富裕層と、社会の底辺で怨恨を募らせる不幸な人々との、決定的な分断が刻印されています。映画のタイトルが、この対照的な社会の上層と底辺を示唆していることは、大半の観客が直感的に理解するでしょう。しかし、ドラマをよく見ていくと、必ずしもそれだけではないことがわかるのです。分断という言葉は近年、しばしば社会階層の固定化世襲化の傾向と関連して語られるようになっています。しかし、高度成長期の日本にそれが全くなかったといえば、嘘になるでしょう。生産の現場で人望のある良心的な会社重役であり、お抱え運転手や冷暖房完備の豪邸を持つ権藤と、天涯孤独で安アパートに住む元医学生のインターン、当時の制度では無給である竹内とは、もともと接点がありません。しかし丘の上に立つ勝者な権藤邸は、医大受験に合格し、そこを卒業できるだけの知性を持った竹内にとって、無視しようとしてもできない分断の象徴です。ただし、そのことが明らかになるのは、死刑判決が下った後の彼が刑務所で権藤と面会するラストシーンにおいてなのです。映画の最初で観客に示される、16歳の時に見習い校として、ナショナルシューズに入ったという権藤の、
叩き上げとしてのキャリアは、実家が裕福な妻の持参金を元手に成り上がったという事実が明らかになることで、ほとんど無効化されています。彼が30年間、良い靴を作ることを考えて生きてきたことが事実だとしても、常務にまで出世できた要因が、靴工場での経験と人柄だけで十分だったと考えるのはナイーブでしょう。ビジネスでは資産がものを言うものであり、裕福な妻の実家にはコネクションも多いはずだからです。一方、彼の息子を誘拐しようとした竹内については、彼が20代後半で狭苦しい安アパート住まいのインターンであるという以外、ラストシーンまでほとんど明かされません。竹内は終盤、逮捕される前に一度だけ、権藤と路上で出会い、タバコの火をもらっています。権藤はサングラスをかけた彼が誘拐犯だとは、つゆ知らず、ラストシーンで彼と面会した際にも、前に一度会ったとは気づいていません。物語はほとんど常に権藤と彼に同情する刑事たちの視点から語られており、竹内については、彼に異常な憎悪を抱く凶悪な知能犯として描かれているだけです。2時間23分の上映時間のうち約5分半だけが、彼が内面を吐露するために与えられた時間です。しかし、そのラストシーンにおいてさえ、竹内は自分の身の上をほとんど語りません。権藤を憎み始めた理由を、夏は暑くて寝られない、冬は寒くて寝られない、北向きの三条間に住んで豪邸を毎日見上げているうちにそうなったのだと言い、幸福な人間を不幸にするっていうのは、不幸な人間にとってなかなか面白いことなのだと嘘吹きます。君はそんなに不幸だったのかねと問う権藤に、彼は少し動揺しつつも、私は自分がどんなに不幸せだったのかなんて話して、今更同情なんかしてもらいたくありませんよ、と強がってみせます。両手を震わせながら、死刑を目前にした恐怖を必死で隠そうとする竹内の言葉と仕草から、観客は、彼の孤独や絶望を感じるでしょう。竹内は面会の初めに、権藤に近況を聞いています。自分が彼の人生に与えた損失を知り、それを冥土の土産にでもするつもりだったのでしょう。観客はこの直前に権藤家の家具が差し押さえにあっているのを見ており、彼が苦しい状況にいることを予想するでしょう。しかし権藤は、相変わらず靴を作っている、と答えます。小さな会社の経営を任されたので、それをナショナルシューズに負けない会社に育てようと頑張っているのだと。たったそれだけのセリフですが、長年尽くした会社から追い出された権藤が、すぐに同じ仕事と同様な地位を手に入れたのは、客観的に見て非常な幸運だと言えます。幸福な人間である権藤を不幸にして留飲を下げるどころか、自分に死刑宣告を下すことになった竹内の行動は、相手に人生の新たな目標を与えたに過ぎないことになります。権藤は彼が周到に計画した犯罪によっても、円満な家庭や生きがいを感じられる仕事を失うことがなかったのです。竹内は、生まれた時から地獄みたいな生活には慣れているから、死ぬのも地獄に行くのも怖くない、と権藤に対して強がってみせますが、その直後に自分の言葉を裏切る死の恐怖と絶望によって精神崩壊しています。まさに地獄の苦しみを味わっているでしょう。このように見てくると、天国と地獄というタイトルは、社会的な分断だけでなく、運という要因による、生まれながらの、選別さえも示唆しているように思えてきます。権藤は誠実な努力が報われたという以上の幸福を手に入れた幸運児であり、逆境もかなりやすやすと乗り越えてしまいます。竹内は一度も報われないまま権藤の幸福を見せつけられ、道徳的に転落し、破滅したのです。幸運な権藤は天国に、不運な竹内は地獄に、生まれた時から行き先が決まっていたのだというのであれば、実際、これは全く救いのない物語です。社会的分断の空間論。前節で述べたことからは、天国と地獄を宿命論的な社会派ドラマとして捉えたくなります。本作のドラマをそう要約してしまうと、あまりに身も蓋もない話だということになるのですが、その身も蓋もない話を、リアリズムの枠内で、終盤近くまで映像のリアリティに疑問を抱かせることなく見せている点に、天国と地獄の映画としての強さがあるとも言えるのです。ここで私が言う映像のリアリティとは、何よりも空間に関するそれです。映画の舞台は1960年代前半の横浜ですが、大都市ならばどこであっても成立しうる話であり、スラム街から見上げる位置にある丘の豪邸という設定も、現代劇以外でも、またリアリズムでなくとも通用する普遍性を持っています。居住地域による持てるものと持たざるものとの物理的な分断と、そこから生じる精神的な断絶とは、古代から人類が背負った業のようなものです。私たちがしばしば何気なく使う、山の手と、下町という言葉にも、それが反映されています。この根深い問題は、天国と地獄において、明瞭な視覚的イメージに変換されています。権藤邸の内部は広々とした空間であり、そこでは3人から4人以上の登場人物たちが、フルショットでゆったりと動き回っています。一方、
竹内の住むアパートは全体像が一度も示されることがありません。彼の部屋が一人暮らしの彼にとってさえ狭苦しいことを強調するかのように、そこでの彼は、全身は愚か、クロスアップとバストショット以外は一度も示されません。権堂邸からは街全体が見渡せますが、竹内のアパートの窓からはっきり見えるのは、日当たりのいい丘の上にポツンと立っている権堂邸だけです。この狭い部屋にテレビはなく、外界の最新情報は新聞とラジオからしか入ってきません。つまり、分断は何よりも目に見える空間的なそれなのです。持てる者は高い位置から社会を眺望できるのに対し、持たざる者は社会の上層にいる特定個人を下から接しするしかありません。三畳の部屋といえば、茶室よりも狭く、独房とそれほど変わりません。窓が一つしかないことは、そのような狭い木造賃貸住宅の設計上、おそらく必然なので、竹内は嫌でもそれを目にせずにはいられないのです。北向きの窓に目張りをすれば、換気もできず風も入らないので、夏の生活環境は最悪になるはずです。実際、彼は初めて登場するエピソードで、部屋に入ってすぐに窓の外を見ています。前節でも指摘したように、彼は医大を卒業できるだけの知性を持っており、自分と権堂の境遇の違いが、決して努力や才能の差によって生じたものでないことを知っていたはずです。運不運について不平を言っても始まらないことも理解していたはずです。しかし自分が毎日目にする生活空間は、彼の理性を麻痺させるほど、圧倒的に人生の不公平さを見せつけたのです。権堂はラストシーンで竹内に、彼が自分たちを憎み合う両極端とみなす理由を聞きますが、その問いに対する竹内の答えの中に、まさに、分断された空間と、その空間の構造がもたらした不公正の視覚化に関する暗示が含まれています。竹内は、彼の部屋からは天国のように見える権堂の家を、毎日毎日見上げているうちに、次第に権堂が憎くなり、しまいには、その憎悪が生きがいみたいになってきた、と言います。彼自身にも他に説明のしようがないのでしょう。善と正義の相対性。天国と地獄の上映時間の3分の1以上は、竹内にとって、天国のように見える権堂邸の中で展開します。一方、竹内の住む地獄は、そこに至る狭い裏通りのシーンを合計しても、せいぜい5分程度しか描かれていません。主人公である権堂だけでなく、誘拐事件を捜査する刑事たちにとっても、そして映画の作者である黒澤明にとっても、竹内の生活環境はその程度の注目にしか値しないのです。しかしそのこと自体が、先に述べたような、目に見える空間によって強化され、無意識レベルにまで達している精神的な分断の表れだと言えないでしょうか。脚本を共同執筆した黒澤監督が、叩き上げで職人気があり、部下たちからの人望が厚い権堂に対して、竹内に対するよりも多くのセリフやシーンを割いているのは、偶然とは思えません。一般観客にも喜ばれ、かつ芸術性も高い映画制作のために自分のプロダクションを経営していた監督には、主人公との精神的な共通性があると言えるでしょう。最初の1時間弱で、権堂が全財産を投げ打ってでもナショナルシューズの経営権を握りたがるのは、30年もそれに打ち込んできた理想の靴作りのためで、靴の品質より利益を重視する他の重役への憎悪からでも、権力欲からでもないことが示されています。彼は観客の共感を得て当然の、肯定的な主人公として描かれているのです。そして実際、自分の息子と間違われて誘拐された運転手の息子を救うために3000万円の身代金を払うという、内面的葛藤を経た権堂の苦渋の選択は、刑事たちからも世間からも同情を買い、称賛されることになります。この作品はリアリズム重視なので、実業家である権堂は、もちろん聖人君子などではありません。ビジネスの世界では、芸術の世界と違って、製品の質が専門家に評価されて一挙に成功に上り詰めることはありません。そこでは何よりも資本がものを言うことは、権堂自身も知っています。だからこそ、彼は誘拐されたのが自分の息子でないと知った当初、妻の説得にもかかわらず、犯人から要求された身代金を支払うことを拒むのです。作者は、観客が身代金支払いを拒否するという権堂の当初の決定にも納得するように、ビジネスの裏面がよくわかる状況を用意しています。彼が自分の全財産に等しい身代金を払えば、会社の経営権を握るという長年の計画が無駄になるだけでなく、借金を背負った上、映画の冒頭シーンで邪険に扱った他の重役たちから外車を追われ、妻子を困窮させる可能性があるのです。この状況があるため、彼の内面的葛藤には道徳的なジレンマが伴い、観客の目から見た主人公の英断の価値もそれだけ高くなっています。作中で世論が彼に味方するという流れが不自然に見えないのも、この設定があるからです。しかし、権堂の英断は、
それだけで上映時間2時間以上の映画を牽引する力がありません。犯人が逮捕され、家屋敷の差し押さえにあった後で身代金の大部分が彼の手に戻り、社内の権力構想によって荒んだ心が善意ある人々の応援によって和み、別の会社で再出発するという、彼の内面的な変化を伴う物語だけでは、手垢のついた美談の域を少しも超えていません。そして実際、運転手の息子が無事に戻って以来、彼は物語の中心から次第に外れていくように見えるのです。This is a part of the video released at patreon.com. To watch a full version of this video, please visit patreon.com and join the membership of the author's page. You can watch exclusive 3 new video about world cinema every month, plus some more videos, i.e. recordings of authors' public lectures etc., only for $2 a month. Your support is very important for our work.